こんにちは、アンナスです。今日は、またセリアの、ちょっと前のやつなんですけど、中級のキャットっていうなんか猫ちゃんがお料理をするみたいな設定のイラストのやつがあって、これうさぎとクマとやったんですけど、猫もやってほしいっていうリクエストがありまして、っていうかこれいただいたんですけどお店で生徒さんにこれやってっていうのでいただいたんですけど、これをちょっとやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではパッケージを開けていきたいと思います。中にはプリントしてある布と、あと作り方が書いた紙が入ってます。で、どれを刺繍するかっていうことなんですけど、やっぱ猫ですかね。もうずっとクマとかウサギとか刺繍してきたんで、やっぱもう猫にして、この辺のね、目玉焼きとかそこまでなんで、もしどうしてもこの辺やりたい方は、このアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう本、出してるんですけど、ドーナツとかね、結構いろいろあるんで、こちら見ていただいて、これで刺繍してもらえればいいかなと思います。なので、はい、もうこれね、8釣り目ぐらいまでいってるんで、皆さんありがとうございます。はい、じゃあそういうことで猫のアレンジをしようと思います。はい、なんかね、黒猫なんですけど、黒い線でなぞってるだけなんですけど、ちょっと三毛猫に変えようと思います。なんかせっかくアレンジするんで、ちょっと違う猫にしようかなと思うんで、まずここに、8割れ的な感じで柄が入りますね。で、耳はね、ちょっと変えようかなと思います。中はピンクにして、耳の中はピンクにして、で、リボンはこのまま活かしで。で、背中。で、尻尾ですね。尻尾は、黒とオレンジのしましまにしようかなと思います。で、靴下猫。こんな感じで、背中はちょっとここに二重に柄を入れたんですけど、で、コックさんの帽子はちょっとなしにします。はい、では、枠をはめます。で、色はこんな感じです。黒、三毛猫って黒なんですけど、いろいろ調べたら、黒っぽいんですけど、ちょっと可愛くしようと思って焦げ茶にします。焦げ茶で、この目のところですね。2本取り。で、刺し始めは小さい波縫いを入れて、ギリギリで留めて、糸の上にザクッと刺します。で、出てるところをハサミで切って、もうちょっとこの目のイラストをちょっと一回潰します。で、ロング&ショートステッチで刺していきます。ロング&ショートステッチをやっていきます。ロング&ショートステッチはまず1段目を作って、名前の通り長いのと短いのを作って、で2段目3段目って糸を継ぎながら刺していきます。
これで今1段目ができたので、2段目は平行にザクッと刺していきます。で、まだここが重なる予定があるので、こっちも長いのとか短いのをいろいろ交えながら、刺す場所も今この辺に刺したんで、こっちとか長い短いをもうランダムにやって、カモフラージュさせて一つの塊に見せます。なので、必ず平行に刺していかないと、なんかちょっとでも角度が変わると結構ガタガタが目立ってしまうので、必ず平行に刺していきます。はい、では、顔の目の周りができたので、この鼻のあたりをサテンステッチで埋めていきます。で、上はサテンステッチなんですけど、途中からこの首より下のところが一気にいくと長くなりすぎるので、ロング&ショートステッチに変えます。はい、では顔が刺繍できたので、耳に行きます。耳は付け根から横横に刺していきます。はい、で耳の中はピンクで刺すので、また横横に刺していきます。はい、では耳ができたので、今度リボンをやっていきます。リボンはここになんか蝶ネクタイみたいなのがあるんですけど、ちょっとそれ一回無視して別でちょっと横にリボンをつけようかなと思います。なのでチェーンステッチで刺していきます。2本取りでこんな感じで、1列やって埋まらないので、埋まるまで2列か、もしちょっと太めにしたい場合は3列ぐらいやってもいいかもですね。ちょっと好みでバランスを見ながら刺していきます。はい、ちょっとリボン後でやるので、まず体を刺していきます。で、体のこの柄ですね。ここを焦げ茶にして、で、またここ、なんか茶色、黄土色みたいなのにして、体の中は白っていう感じでこう、まだら模様を作っていくんですけど、ステッチの向きは、今顔を横横に刺したんで、もうどんな柄が来ても全部横で刺していきます。で、1センチを超えたらロング&ショートステッチにしていくので、1センチ超えなければサテンステッチで端から端まで埋めていきます。まずここと、あとこの下の柄が焦げ茶です。この全部サテンステッチでできたんで、あんまり長いところがなかったんで、ただここの上とか下とかちょっと細かい横横ステッチが大変なんですけど、そこはちょっと頑張ってやってください。で、さすがにこの胸のところは端から端まで行くとちょっと長いのかな。なんか微妙なサイズなんですけど、サテンで言っても問題はなさそうですけど、ちょっとロング&ショートにして刺してみます。
ここまでできたので、ここちょっとロング&ショートするんですけど、手と足があるので、順番に刺していきます。まず足、で、その後向かって右側の前足、左の前足、で、あと奥のお腹。ちょっとここ残ってるか、ここの最後に刺してっていう感じで、1、2、3、4の順番でパーツを埋めていきます。なので、だからこれでいいんですよね。ここロング&ショート途中なんですけど、先にこの足の丸いところを形作らないといけないので、これももう、これで全部一つの塊なんで、もう頑張って全部横で刺していきます。向き変えないです。全部横横。まず、後ろ足、さっき前足って言ったっけなんて言ったか忘れてしまう。足、後ろ足、右の足、左の前足、奥ですね。じゃあその順番で埋めていきます。で、また長くなってきたらロング&ショートにしてください。だから、この辺ぐらいとかですね。ここができました。ちょっと靴下猫、靴下猫、違うか。靴下猫って、足の先が黒いのが靴下でしたっけ？白でしたっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかちょっと色変えてみました。こんな猫いなかったらすいません。それで、尻尾ですね。尻尾は一応なんかしましまにしようと思ったんで、焦げ茶をやって、で、このオレンジをやって、もう横横に全部交互に刺していきます。で、あと目とリボンですね。はい。では、尻尾ができたので、目を刺繍します。目は、サテンステッチで、今横にサテンステッチが入っているので、縦に何本か入れます。これで、白目を入れます。前向きなので、前向きっていうね、横向きなので、この視線の反対側にちょっと白を足します。なんか元の絵も白目があったので、ちょっと白目をつけてみようかなと思いました。で、サテンステッチをたくさん入れてもなんか目に見えないんで、ちょっと下のなんかアウトラインではないんですけど、なんかこう下と後ろとかを入れるとちょっとこう上を向いてる感じになるかなと思います。これでリボンですね。あと鼻も鼻は本当はなんかピンクとかすると可愛いんですけど、ちょっとあまりにもピンクだとちょっと何か分かんなくなりそうなんで、焦げ茶でやります。2本ぐらい入れて、1本でもいいかな。もうひげはなしにします。で、リボンはなんかこんな感じで、そう横の方が可愛いかなって、私の図案結構こういうあんまりこの辺になんだかんだついてなくって、割とこの体の横側から見えてる風に
図案を描くことが多いですね。でないとこれ絵が大きいから割とやりやすいと思うんですけど、この辺とかにリボンするともうごちゃごちゃしてなんだか分かりづらくなるんで、割とこう外に出すことが多いです。三角なんで外側2本入れて放射状に中を埋めていきます。で、下はどうしようかな。アウトラインステッチでやっていきます。はい、これで出来上がりです。これなんか刺繍枠にはめるか、いつもチャームですけど、ちょっとどっちか考えます。とりあえず出来上がりです。はい、枠にすることにしました。これがちょうどぴったりなんで、いつもチャームか枠かもどっちかなんでしょうがないんですけど飾り枠ですね。でも図案消さないでもいいかなと思うんで、このままこれでちょっと大きめにカットします。ちょっと切り方変なところは、はい、もっと綺麗に切りたい方は綺麗に切ってください。ざっくりですね。で、これで縫い糸、手縫い糸で周りをぐし縫いしていきます。はい、こんな感じで、ちょっとここ図案消し忘れですね。青いペンはちょっとさすがに水で消そうかなと思います。というわけで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。